佐藤恒夫さん、当時11歳。家族と共に市内中心部から郊外の草津南町に疎開していましたが、学校は中心部の広島陸軍開港者附属整備学校に通っていました。被爆したのは通学中の電車の中。小井駅に到着する直前のことでした。爆心地からの距離はおよそ 2.5 キロでした。当時の様子を呼び起こしてもらうために、娘の清水弘子さんに協力してもらいながら収録を行いました。疎開ですね。それまではこの尾道町にいたんですがね、袋町小学校からそちらへ変わったんですね。親が変われということで。整備学校。じゃあ原爆の日の話をするんだけれども、8月の15日の日にね、何曜日だったか知らないんだけれども、学校があったよね。小学校、整備学校があったはず。でその日に宿題忘れてたんだよね、するの。いつもどちらかというとね、横着というかねずるけてね。原爆が落ちたのはだから一番前の席で広島方向を向いて座ってました、電車の中で。小井駅の川があるんですよ、小川がね。小川の手前で止まってるとこで、そこで原爆に遭いました。でピカっていうのはもう電車が止まった時点でどんな感じだった？電車が止まってた時にピカってきた。そう。ちょうどね、広電の車庫があってね、車庫が多いになってたから、光も当たりませんしね。でその時にどうした？教えられた通り、耳を親指、この中指ところで目を押さえ、口を開いてね。それで大人の人が床の上に電車の中で伏せてる、その下へ潜り込んでね。どんの後はみんな335に電車から飛び降りてね、もう川を挟んで向こうが小井駅ですからね、電車の扉開けてみんな飛び降りて、次から次へね。小井駅のとこへ川があるんです、小川が。そこで子供をね、ガラスが刺さって泣いてましたがね。電車が止まってて川があって、馬車がそっち側へ吸い寄せられるようにね、川へ落ちて。普通はこういうあれがドーンと来るとこっち側へ飛んでくるでしょ。川の反対側へね吸い寄せられるように、町の方へね吸い寄せられた。普通はドンとくりゃこっち飛んでくるでしょ、逆方向に。もうすぐ前が小井駅ですからね。広電の小井駅って黒い雨がこの白いシャツにね雨だれがついて、それで気がついた。黒い雨というのはね、おそらく燃えた灰が雨に当たって落ちてきたからそうなったんだろうね。でどうした？雨が降ってきた時にどうした？ピカドンで空へ舞い上がったトタン板がね降ってきたわけですよ。
トタン板をね、いたずら半分よ。こうやって掲げて、で雨ちょっとこうやっとったら、雨が止んだからもうそれ捨ててね。あ、割とすぐに止んだってこと？そうそうそじゃあ交易で黒い雨が降ってきて、交易にいるうちにもう止んでしまったっていう感じ？そうそうそう。いくらもないよね。せいぜい10分かそこらじゃないの。枕木に火がついて燃えてましたよ。それは記憶にあります。電車の油が枕木に落ちたのに、それ直接火がついたね、原爆で。もう暑いですよ、原爆。暑いよ。ピカの時が熱って思って一瞬ね、光が、原爆の光がね当たると熱いという意味で、やけどした人はこういうところで止まるのね、皮膚がベロッと剥げてこういうところで止まるんですよ、皮膚が。市内方向は当然火事ですよね。皆さんも濃いからこっちの宮島方向へね歩いて帰ってましたけどね。それから町の中入る人はいません、当然ね。もう草津の辺までね。だけどそんな数は多くないよ。ゴロゴロ死んどったわけじゃない。せいぜい2、3人じゃろう。子供だからまだね死んでるかどうかもわからないしね。くたびれて横になってるだけかもしれんし。草津の町までね親父が迎えに来てくれてました。いや、よう帰ってきたよね。整備学校に1ヶ月後ぐらいに見に行ったんでしょ、もう広島市内が怖いことになってるとは分かってたわけよね。なのにそれを怖いものをわざわざ誰もいないだろう学校になんでわざわざ見に行ったいや、どうなったかなというんでね。だってもう全部広島の町全部がもう焼けてないんだもん、焼けてないのを自分の目で確認したかった。確認じゃないしねなんでかね、懐かしいからねそれはやっぱり毎日行って急になくなったらね、毎日行ってるから場所は分かりますよ。陸軍開港者ですからね。陸軍の練兵場敷地の中にあるわけですよね。子供の骨がねあった程度。学校の中にあった。この字型の校舎だったんですよね。で真ん中の運動場で、ぐるーっとこう回るような感じであったって聞いたんだけど、それはだからもしかしたらつむじ風みたいなのが起こってこう同心円状というかそんな感じになって、それが整備学校のところのこの字のところにあったっていう感じだけどね、もう明確な記憶がないんですよ。なんせ年月経ってるから、だけどそういうことがなんか子供の骨らしきものを学校で見たっていうことよね。整備学校はほとんどの人が疎開してた。そうそう。何人ぐらい残ってたクラスに？クラスに
何クラスあったか知らないけど、同じ教室に何人ぐらい残ってた？ほとんどいなかったんじゃないかな。陸軍開校者の小学校だったんでね、みんな疎開して。ずっとおじいちゃん言ってたのは、整備学校の人たちはみんな全滅したけど、だけど自分は宿題を忘れて宿題しなくて遅刻したがために自分一人だけが生き残ったんだよって言って昔言っとったよね。遅刻常習者それが良かったんですね。それで生き残った。